下手したら一軒家買えちゃうでしょ。あ、全然。いや、全然ではない。あ、でもなんか時代が変わるのかなってずっと待っていてたりもしていて、ところがどこ時代が変わったっていうと値段が年々上がっているみたいな。値段も変わります。下がるんじゃないの？時代が変わって。こんにちは、ジュンタクリスです。早い。皆さんに報告があります。私たちの人生にとって大きな第一歩を踏み出すことになりました。ね、ベイビー。ね。ビッグステップだよ。めっちゃビッグステップ。じゃあベイビー、何のビッグステップか言って。ベイビー作ります。私たち、ジュンとクリスは家族を作ることに決断しました。家族を作ること、そのストーリーを皆さんとシェアしていきたいなと思います。私たち夫婦ってたくさんのことを一緒に経験してきたじゃん？ベイビーとは昔から家族できたらいいなとかいろいろね話してたよね。そうだよ、もう最初からそういう話あったんじゃない？最初からあった？最初からあった。私はやっぱりさ、同性愛者としてさ、小さい頃から生きてて、まさか結婚できるなんて夢にも思ってもなかったし、結婚できるっていうことなんてなかったからさ、この世の中で。で、だんだんとこの世の中がそうなってたけど、やっぱり気持ちの中ではさ、それができないなっていうのがすごく強かったからね。すごい結婚したいとかっていうのはドリームだったりとか、いい家族を作りたいっていうのはもうドリーム中のドリームで絶対に無理なドリームだったわけよ。で、ベイビーはどうだったの？何？子供の時？どうだった？私子供の時そうだったじゃん。ベイビーは？全然家族のイメージ考えてなかった。全く？全然。で、結婚も？結婚も。だからベイビーあって結婚できるかなと思って結婚しました。何そんな軽い返事、軽いコメント、何それ？結婚できるかなと思ってね。そうできました。次は家族できるかなと思ってもちろんさ、いろんな形があるじゃん、子供っていうの。だけども、今、サロゲートっていうのね、考えていて、まあ、日本語で言うと代理出産っていうのですよね。だから代理出産っていう選択を、本気で考えて、リサーチとかね、ベイビーとして、本当に今回、新しい第一歩を踏み出しました。でも、いろいろとね、考えてたんだよね。そう。なんか、真面目な話になると、ベイビーと会った時に、ベイビー結構家族が欲しいと言ってたんじゃない？考えたら欲しいんだけど、できるかどうかわからないじゃない？選ばないといけないし、まずリサーチしないといけないし、それで9年ぐらいかかったじゃない？ね、やっぱり決断するの、大きな決断だからね。そう。多分ね、二人の間も、なんていうね、グローアップしないといけないこともあったし、その次はビジョンできて、その次はビジョン買って、そのから結婚になって、ちょっと家族のイメージできましたじゃない？頭の中。それね、2年前ぐらいの話だったじゃない？愛犬のビジョンが来てからなんか家族っぽくなってって、で、それでまた結婚っていうことをして、家族っぽくなって、やっぱ、そもそもね、家族っていうイメージもあったから、そうやって、あったんだけど、僕の頭じゃなくて、僕のハートの中、家族って、自分で、二人ね、ステーブル、アンテナ生活できたら、家族もできると思ってたんだけど、最近ね、ちょっと、アンテナ生活近くになったんじゃないかなと思ってて、そうなんだ。私全然アンテナ生活って思ってない。そっか。アンテナ生活って何？住む場所あるし。そういうの？仕事もちゃんとできるし。でもさ、やっぱここがちゃんとしっかりと繋がってないとさ、家があったところで、お金があったところで、もう問題ばっかりになっちゃって、子供に良くないよね。それはそうだけど、それはもちろんベースじゃない？それないともう家族の意味ないと思うけどね。でもアンテナ生活ってあんまないんじゃない？
アンテナ生活は、子供できたら、なんていうね、食べ物と服がある？それじゃなくて、なんかね、前ね、いろんなところ行ってたんじゃない？もう、仕事の時。だから、あんまりアンテナ生活できないじゃない？だから、今はちょっとね、フランスか、アンドラか、日本ってなってるじゃない？だから、そう、ちょっとね、ちょっと皆さん長い話になったので、何言ってるかわかんないよね。アンテナ生活の、説明。あ、そっか。ベイビーは何考えてた？最初から子供を作ったらいいなと思ってた。もちろん。なのでね、いつでも大丈夫。で、ベイビー、サロゲートっていうことを決めたじゃん？どうだった？決めた時。どうだったね。結構自然に決めましたじゃない？本当？私的には、今この時代ってこうなんだなと思うんだけれど、やっぱりさ、それを決めるっていうまでもさ、すごいやっぱ費用かかるじゃん？すごくお金もかかるし、相手は大丈夫なのかな、心よくやってくださるのかなっていうのもあるじゃん？だからどういう仕組みなのか全くイメージできない時ってちょっと怖くてさ、なかなか踏み出せなかったんだけど、エージェンシーって真ん中にある人たちと話す、なんとなくこうイメージが湧いたりとか、私たちどちらかっていうと、お金のこともすごく気になるし、あとは相手の方はどういう心理状態でやってくれるのかっていうこともさ、聞いたらすごくよく分かったよね。そうね、まずね、順番分かなかったし、誰が何がやるとか、もうそれもそこまで分かなかった、全然二人ね。もちろん値段もあるし、場所もあるし、その次は法律的なことはもあるし、二人の国は二人の結婚ダメじゃないですか。要するにリトアニアと日本はまだ同性婚が認められてないので、できないよねっていう。そもそも代理出産っていうのもできないと思うけどね。それもあるんだけど、二人の国の中で結婚できないから、その次も、子供できたら、それちょっと問題になるじゃない？だから、いろんなリサーチしないといけないことはあったんだけど、最近ちょっと決めましたかなって。でもこれね、何回もね聞いたのね、本当にエージェンシーの人と1回の打ち合わせとかでズームでオンラインでね話すんだけど、2時間とかね平気でかかっていろいろと、やっぱり最初怖くって、まず最初ってどうするのみたいな感じでいろいろ怖かったよね。で、最初にぶつかったのはやっぱりどの国でやるのかとか、なんか金額っていうところがすごくびっくりしちゃって。ちょっと待って、最初のミーティングは多分2年前だったじゃない？そうだね。2年前だったけど。だから、イメージしたかったから。イメージできたイメージ、なんかね、スクラッチだけできました。本当に全然わからなくて、そういうプロセス全くわからなかったけど、でもやっぱり最初にぶつかるところって金額だよね。どう思った？ちょっとびっくりしましたよね。どうびっくりしたの？なんか二人の間はちょっと高いかなと思って。そうだね。なんか下手したら一軒家買えちゃうでしょ？全然。いや、全然ではない。でも国によって費用が違うので、一番高いアメリカとかはもういろんな保険とか入れるともう全然高いよね。すっごい高い。お家買えちゃう。一人。そうね。ベイビーは4人が欲しいと言ってるから。夢なの。だからどうしようみたいな。どうしようもこうしようもじゃないよね、本当。なんか時代が変わるのかなってずっと待っていてたりもしていて、ところが時代が変わったっていうと値段が年々上がっているみたいな。値段も変わります。下がるんじゃないの？時代が変わって、こういうのを理解してくれて下がるんじゃないのと思ったら、そんなこととんでもない。違う。逆だね。そうね。早めにした方がいいかなと。わかりましたよね。ベイビーなんか驚いたこととかある？今回エージェントと話しててさ。驚いたことは多分二人同じじゃない？まず子供できることじゃない？
あ、二人の同棲がってことでしょ、それはめちゃくちゃ嬉しいことじゃないですか。考えられないもん。本当にてか考えてるんだけど、考えられない。なんかね、驚き。なんかね、2年ぐらいかかって、最近だけイメージできる。頭の中。わかる。わかる？ SNS とか見ててさ、そういう人たちもいるじゃない？たくさんいる。いっぱいいるじゃん、だけど、やっぱ自分のところで子供ができるっていうのは、すごい考えられなくて。本当にそれね、いつも話してる時に、めちゃくちゃ、なんか嬉しすぎて、泣いちゃうぐらい。クリスマス一緒に、ツリーやって、みたいなプレゼント。てか、毎日いるよね。一緒に食事とかして。あ、素敵。それ、あるよね。今でもあるよね。驚いたことね。ベイビーは全くわからない。今、愛犬のビジョンちゃんがいて、言葉話せないけど、ベイビーなんだけど、人間じゃん？だからどうするかって不安もあるしね。全くわかんない。不安もあるし。で、今さ、やりたいこともあるじゃん、自分の。それも不安もある。いろんな。だから時間とかのマネージメントとかを今考えてたりしてる。すごく考えてる。どういうふうに自分のやりたいこともできて、だけれども子供もいるとか。すごい現実的なことなんだけど。すごいね。ちゃんとしてる。一回きりの人生だから。僕は、できるかなって。何が心配。何ができるかな？両親としてできるかなって。親としてで、親の役目、大丈夫だよ。できてるよ。ベイビーも。このビッグベイビーと、この野生的なベイビーをちゃんと扱ってるから大丈夫です。もう二人いますからできるじゃないかな。全然大丈夫だよ。でも一緒に学んでいきながら育っていけばいいんじゃない？成長して。そうね。じゃあ、そういったところよりも、まずね、来た時に赤ちゃんが、どうやってかわかんないじゃない？おむつの買い方とか、そういった全然わかんない。ご飯あげ方とか、そういうのが怖い。全然考えてない。そう。なんかそういうのイメージがあっていう感じかなと思ってるけどね。ね。で、ベイビーどうだった？今日のファーストステップ。大きな一歩だけどさ、クリニック行って検査したよね。今日クリニックの後ね、血なくなった。体の中、もう全部取った。みんな聞いて。私ね、こうやって血やってたんだけれども、多分なんだけど、時間かかったのね。で、その次、旦那クリスが言ったら、あれみたいな、話し声が聞こえて中から。で、ずっと笑ってんのね。で、そしたらすぐに帰ってきたよね。めちゃくちゃ早かったでしょ。そうね、もうちょっと話したかった。もう終わりですかって。ほんと血取った？めちゃくちゃたくさん取った。多分ね、僕の血なんかね、皮みたい？じゃーみたいな。めちゃくちゃ早い。早すぎるよ。もう全部入れて、はい、終わりましたよ、みたいな。びっくり。ね、早かった。今回のやつは、まずテストっていうことで、エージェントのね、人と契約する前に、本当に代理出産ができるタイプの人たちかっていうね。遺伝子ジェネティック。ジェネティック、いろんな。を検査。で、ちゃんと種がいいものかっていうね、シードがいいものかってことね。種がいいかっていうのと、あとは健康的なところ？そうね、それもあるし、あとは、リスクがないかとか。リスクがない。あとは、そういうサロゲシーできるかどうかね。代理出産ね。生まれてくる子供に危険性がないかっていうのを細かいことをチェックするクリニックで、で、それでその検査っていうので、すごい細かいのね、ババってたくさんあるんだけど、それをね、だいたい1ヶ月待つんだよね、終わって。もう全部チェックしないといけないみたいですね。それが OK であって初めて契約して始まっていくっていう感じなので、っていう感じよね。私さ、テスト、血液だけ取って、はい終わりって言ったから、と思って、
もうちょっといろんな検査すると思ったの。いろんなものつけたりとかさ、なんかいろんな体をさ、ほら健康診断みたいなやつ。それ健康診断じゃないよ、今日。なのに血液取って、はい終わりみたいな感じでびっくり。すいません。愛犬のビジョンがおならしまくって、ちょっと臭くて大変で、なんかね呼吸が吸えないっていうね。さっきから全然息吸わないで喋ってんの。めちゃめちゃ臭くて、涙出る？涙出るぐらい臭い。なんかね、今結構歩いてたじゃないんだけど、めちゃくちゃもう。本当に。まあ、それより、まあ、とりあえず怖いところもあるんだけれども、すごい同時にね、希望がね、満ちている状態ですごく嬉しいよね。嬉しいです。皆さんは私たち家族来ることについてどう思いますか？どう思うかね？知りたいよね。知りたい。ね。教えてください。なんかサロゲートって代理出産についてなんか知ってることとか、経験があれば、教えてくださいね。あったら教えてください。ね。これからもね、家族として歩んでいく道のりっていうのを一緒に歩めたらなと思ってるので、ぜひ今後もよろしくお願いしますっていうことと、またこれからまだ全然話しないことたくさんあるんだけれども、それらもね、いろいろ共有していこうかなと思うので、代理出産の、ね、流れとか、海外ではこうだよっていう。なので、ぜひ今後も私たちをよろしくお願いします。この動画がいいなと思いましたら、ぜひグッドボタンお願いします。お願いします。インスタフォローもしてね。YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。せーの、あちゅう。